はい、石川正義です。ホワイトデーも近づいてきましたので、今回はホワイトチョコを使ったムースを作っていきたいと思います。ホワイトチョコのムースだけだと甘ったるくなってしまうので、中にグリオットチェリーのゼリーを入れて酸味も加えていこうと思います。まずは中に入れるグリオットチェリーのゼリーを作っていきます。型は今回大きさの違うセルクルを2種類使っていきます。小さい方のセルクルの片一方にラップを貼って輪ゴムで留めていきます。でラップは引っ張ってピンと張った方が綺麗にできますね。ラップが貼れたらこれをバットなどに置いておきます。今回はセルクルを使っているんですけども、ちょうどいい大きさのシリコン型をお持ちの方はそちらを使ってもらってもいいかなと思います。ではゼラチンを水でふやかしておきます。これは冷蔵庫で保管しておきます。ピューレと砂糖を鍋に入れて、それで火にかけて沸騰させていきます。今回はねグリオットチェリーを使っているんですけども、例えばアプリコットだったりラズベリーだったり少し酸味のある果物にお好みで変えていただいても全然大丈夫です。ピューレが沸騰したらそこにふやかしたゼラチンを加えて溶かしていきます。ゼラチンが溶けたらあったかいままでいいので、これを型に流していきます。今回は 30g ずつ流します。流せたら表面に残っている気泡を消すためにアルコールを振ってから冷凍庫で冷やし固めていきます。しっかりと固まるまで僕でだいたい3時間程度冷やしました。ではムースの型の準備をしていきます。今回は底生地にスポンジ生地を使っていきます。この動画内では焼かないですけども、概要欄に生地の作り方動画のリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。スポンジ生地を厚み 1cm にスライスして、それをね大きい方のセルクルで抜いていきます。ではバットにセルクルを置いて生地を敷いていきます。セルクルの大きさ、そのままの大きさで生地を抜くことで、後でムースを流した時にセルクルの下からムースが流れるのを防いでいきます。生地が敷けたらムースを流すまでラップをして冷蔵庫で保管しておきます。ではムースを作っていきますね。今回のムースはコクを出すのに卵黄を加えているので、その火の通し方がポイントになってきます。まずは固めるためのゼラチンを水でふやかしておくのと、ホワイトチョコレートはあらかじめ溶かしておきます。ホワイトチョコだったりミルクチョコを溶かすときは45度を超えないように注意していきます。45度を超えてしまうとチョコに混ぜてある粉乳に含まれる乳成分が焦げていって、滑らかだったものがザラザラになったり茶色く色づいてしまいます。で焦げたものはもう使えなくて新しいものを用意するしかなくなるので、湯煎の温度も45度までにして、で電子レンジで溶かす時も30秒ごとに全体を混ぜるなどをねする必要があります。卵黄を溶きほぐしてそこに牛乳を加えて混ぜていきます。それが混ざったら鍋に移して炊き上げていきます。では弱火でゆっくりと炊いていきます。
これは以前の動画でも紹介したカスタードソース、アングレーズソースの炊き方と同じなんですけども、ホワイトチョコの味をしっかり入れる程度に加えると、それだけで甘さが十分になってしまうので、今炊いているカスタードソースに割り振れる砂糖がなくなってしまうんですよね。なので牛乳と卵だけで炊いていきます。砂糖が入っていないと、入っている時に比べて加熱しすぎてしまうとザラザラの状態になりやすくなるので、弱火でねゆっくりと状態を見極めながら炊いていきます。だいたい60度くらいから卵黄が固まり始めるので、温度が低いうちは混ぜていれば大丈夫なんですけども、60度以上になったら鍋底をねしっかりとかきながら出来具合を見ていきます。少しずつ粒々のようなものが出てくるんですけども、しっかりと混ぜながら、最初はサラサラだった液体が少しとろみを帯びてくるまで炊いていきます。加熱をしすぎてしまうと卵黄が完全に固まってしまってザラザラになって牛乳と分離してしまうので、不安だったら途中で火を止めて確認していただいて大丈夫です。これくらいのとろみがついてきたら、それで火が通っていますので、ふやかしておいたゼラチンを加えていきます。ゼラチンを入れることで温度も下がりますし、ゲル化剤の保水性で分離しにくくなるので、火を止めてからできるだけ早くゼラチンを混ぜていきます。ゼラチンが全部溶けたらホワイトチョコを混ぜるんですけども、目の細かい通しで通して、で炊いている時にできた小さい粒々などをこして滑らかにしてから混ぜていきます。これはホワイトチョコときれいに混ざって滑らかになればいいです。これはひとまず常温に置いておいて、次に生クリームを泡立てていきます。ムースに合わせる時の生クリームは柔らかめに泡立てていきます。混ぜていると筋が残ってきて、で持ち上げると角が立とうとするんだけど立たないくらいの柔らかさで泡立てるのを止めます。でここにさっき炊いたソースを33度から34度に温度調整して全部加えていきます。生クリームは当然冷蔵庫から出した温度ですね。で生クリームは温度を変えられないので、ソースの方を温度調整していきます。で混ぜ終わった時に27度から28度程度の温度になるようにソースの温度を調整する必要があります。でソースは下に溜まって生クリームは空気が含まれるので上に上がっていこうとします。なので上下がねしっかりと混ざるように混ぜていきます。下から持ち上げるような感じですね。ではムースがしっかり混ざったらムースの完成なので、これを絞り袋に入れておきます。では型に流していきます。まずは全部半分程度の高さまでムースを流し込んでいきます。で流したムースを型の上までスプーンなどで側面に広げていきます。側面に塗りつける感じですね。これをしないと後でもう一度ムースを流した時に空気が残ってしまって、後で抜いた時に側面に一周横線が入ってしまいます。でしっかりと冷えて固まったゼリーを型から抜いてムースに入れていきます。
ラップが残らないようにきれいに剥がして、セルクルの側面を少しの間手でコロコロすると周りだけ溶けてくるので、それを押すとゼリーが出てきます。でゼリーをムースに入れていくときは、ゼリーの上の角までしっかりとムースに入れていきます。それも空気が中に残ってしまうのを防ぐためですね。あとは型いっぱいになるまでムースを注いでいきます。ムースが冷えて固まるとムースに含まれる気泡も少し縮んで、全体のボリュームも少し落ちます。なので気持ち表面張力でぷっくりするくらいにムースを流していきます。で全部流せたら冷蔵庫で冷やし固めていきます。だいたい3時間も冷やせば十分に冷え固まっていると思います。では十分に冷え固まったムースを型から外して食べていきましょう。型から外してしまうとその後に動かすのが怖いっていう方もおられると思うので、お皿に移してからバーナーで軽く温めて型を外していきます。あまりバーナーで温めすぎるとムースが溶けてしまうので、温めすぎには注意していきます。はい、これで完成ですね。はい、いただきます。口どけやば。ブリオットが酸味が効いてるんですけど、この全体のホワイトチョコのムースがすごくねミルキーなんですよね。で卵黄もちょっと多めに入ってるっていうのもありますけど、すごくねコクもあってミルキーで優しい味わいなんですよね。でそこにグリオットの酸味が少しポイントで入ってくるっていうのが、これはねなかなかいいですね。はい、ごちそうさまでした。今回はですねムースを作っていきましたけども、なかなか難しそうとかとっつきにくそうっていうイメージがあるかもしれないですけども、温度管理さえねしっかりとしていれば全然作れるアイテムではありますんでね、是非作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。